なぜ堀江さんは成功したのか。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は最大化の長習慣、堀江式完全無欠の仕事術について解説していきます。あなたは堀江さんのように成功したいと思いますか？成功するために求められるのは思考と理性と行動です。そしてその思考と理性と行動は持続的で永続的なものである必要があります。なぜなら試行錯誤は死ぬまで続くからです。もっと簡単に言うと、目標に向かうための行動をルーティン化する必要があります。この本で堀江さんは仕事や人生を成功に導く上で特別な才能やセンスはいらないと述べています。これまではもちろん、これからの時代にも多くの変数が存在します。その変数は時に才能やセンスを無力化することもあります。だからこそ重要なのは、長期目標を立てて計画通りに行動することではなく、あなたの持っている能力を最大にすることです。臨機応変に対応しないと、これからの時代を乗り切ることはできないです。この動画ではあなたのパフォーマンスを最大化する習慣を8個解説していきます。実業家である堀江さんの習慣について分かりやすく説明していきます。堀江さんのように成功したいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、アクションとは習慣である。突然ですが質問です。あなたの悩みって何ですか？この問いかけに具体的に即答できない人はアクションを起こしていない人です。ここで言うアクションとは何かを変えようとする意思と実行のことです。極端な話、正しいアクションさえ起こせれば必ず何かが起きます。その何かと同時に現れる課題や試練があなたを成長させます。それこそが人生の生きがいでありやりがいです。あなたの可能性を高めてパフォーマンスを最大化するには、まずアクションが必要不可欠です。そして当然ながらアクションはあなた自身の手で起こす以外にないです。頼れるのは自分だけ。まずはこれを理解してください。アクションを起こせない人によくある勘違いがあります。それはアクションを精神論として受け取っていることです。行動を起こさないといけないと考えながら、いつまでも実践できない人の多くは自分は根性がないという解釈をしてしまっています。アクションに根性や気合は関係ないです。むしろ根性や気合に頼った行為は絶対に長続きしないです。アクションは習慣だと考えてください。習慣化のテクニックは後ほど解説しますが、まずは変化を起こすには行動が必要で、それを習慣にしないといけないことを頭に入れてください。2個目、自分に正直になる習慣。フランスの哲学者アランの名言に次のようなものがあります。幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ。この言葉の通り、本質はあくまでもアクションの後、事後的に発生するものです。つまり多くの社会人にとっても、まずアクションがあって、結果的にキャリアがあります。僕も同じです。公認会計士になろうと思って大学受験をしたわけではないです。この YouTube 図書館を始めようと思って読書を始めたわけでもないです。何かアクションを起こした結果、今のキャリアが出来上がっているだけです。逆に言えば、アクションを起こさなければ何も始まらないってことです。ではあなたにとって正しいアクションとは何か？ポイントは自分が夢中になれるものは何なのか、これを自分に問いかけることです。例えばスマホでゲームをするのが好き、アイドルが好き、ギャンブルが好きなど、あなたが夢中になれるものは必ずあるはずです。しかし多くの人は自分が夢中になれるものは生産的ではない、そう考えてしまいます。しかしそんなことはないです。例えばあなたがスマホのゲームが好きなら、YouTube でゲーム実況をしてみてください。ブログでゲームの攻略法を記事にしたり、ゲームを作る側になったりするのも一つの選択肢です。今の時代、好きなことを仕事に変える方法はいくらでもあります。仕事にした時、儲かりそうかどうかは関係ないです。継続していればスキルやセンスっていうのは後から自然についてきます。何なら夢中になれるのか。まずはこれを自問して正直に考えてみてください。3個目、アイデアの極意。あなたの生きる力。
働く力を最大化する上で鍵を握るのがアイデアです。あなたの人生はあなたのアイデア一つでどうにもなります。問題はアイデアをどうひねり出すかです。アイデアをつかむには明確なコツがあります。それはオリジナリティを追わないことです。アイデアは斬新である必要もなければ独創的である必要もないです。あなたが思いつくアイデアは過去に誰かが思いついている可能性が高いです。ではどうすればいいのか。すでに成功しているモデルを真似してください。アイデアがゼロから生まれることはないです。すべての成功したビジネスはすでにあるもののバージョンアップもしくは掛け合わせでできています。SNS の最前線を走る Facebook は実はかなりの後発組です。Facebook の前にも SNS はたくさん存在していました。日本でもグリーやミクシーが流行っていました。また Facebook の最大の発明と言われるのがユーザーの実名登録システムといいね機能です。しかしこの実名登録システムは Facebook の創業者マーク・ザッカーバーグが大学生の頃同じ大学の友人が考えたものです。さらに従来からあったブログのコメント機能が進化していいね機能になりました。 Facebook が他の企業から真似したアイデアは他にもたくさんあります。先人のアイデアに次々と乗っかりシンプルに機能を積み上げた結果今の Facebookがあります。ビジネスの成功に必要不可欠なオリジナリティはアイデアを真似ることから始まります。すでにあるアイデアを真似して学び、実行して失敗してチューニングしてリトライする。その試行錯誤のプロセスで嫌でもあなたのカラーが出てきます。まずは周りを注意深く観察して転がっているアイデアをいろいろ試してみてください。4個目、すべてのリソースを投入する。アイデアはあくまでも手段です。実際に行動しないといいアイデアなのか悪いアイデアなのかもわからないです。つまり重要なのはアイデアを実行することです。実行するためにはリソースが必要です。リソースとはあなたのお金、時間、体力、知識、経験のことです。大切なのはアイデアの実行に全てのリソースを投入することです。リソースのトータルが100だったとすると100全部をそのアイデアに投入してください。例えば車を売って医療保険を解約すればかなりのお金を節約できます。浮いた分は全て自己投資に回してください。仕事で使うスマホやパソコン、交際費などにあなたのお金や時間、体力を投入することです。成功するためには全てのリソースを投入することが最も合理的です。そして成功のプロセスには避けられないエラーが必ず組み込まれています。エラーはあなたのステージを1段階上げるための跳躍台のようなものです。成功するためにエラー、失敗は不可欠です。しかしエラーのたびにいちいち止まっていたらその分お金や時間を浪費することになります。そのため実践において最も重要なのはスピードです。エラーがあってもスピーディーに駆け抜けられれば結果的にリソースの節約になります。リソースを節約するためにはリソースを惜しんではいけないってことです。アイデアを見つけたら全力で取り組んでください。スピードを上げて試行錯誤を繰り返していきましょう。5個目、隙間時間を仕事で埋める。今や本屋に行けば効率化をテーマにしたビジネス書が多く並んでいます。もっと時間が欲しい。時間をうまく管理したい。このように考える人は多くいますが、ほとんどの人が解決できないまま悩み続けています。時間は誰にとっても1日24時間と決まっています。どんな大富豪であろうと時間を買い戻すことはできないです。だからこそ時間の使い方にはとことんこだわる必要があります。例えばあなたはあともう少し時間があればもっとちゃんと仕事を仕上げられる、そう感じたことってありますか？もしあなたがいつもこのように考えているならその考え方を改める必要があります。なぜなら時間をかければいくらでもブラッシュアップできるのは当たり前だからです。当然ながら全ての仕事には期限があります。その期限内の成果があなたの全てです。
重要なのは時間のコスパを高めることです。そのために必要なのは隙間時間の活用です。時間がないと嘆いている人は隙間時間に対する意識が低いです。隙間時間とは移動時間や次の会議までの空き時間、相手が遅刻している時間、料理を注文してテーブルに届くまでの時間です。この隙間時間にスマホでゲームをやったり、なんとなくニュースを眺めていませんか？そのままでは時間から追われる日々から脱することはできないです。おすすめは隙間時間を仕事で埋めてしまうことです。ポイントはスマホを最大限に活用することです。今や大半の作業はスマホで処理できます。文書の作成や画像の加工、予算管理、発注作業などほとんどの仕事はスマホ1台あれば完結できます。隙間時間を仕事で埋めるためにあらゆる仕事をスマホでこなす習慣を身につけてください。スマホを活用できれば全ての隙間時間はあなたの仕事場になります。6個目、人間関係を更新する。生きていればいろんなことがあります。嬉しいこと、悲しいこと、腹立たしいこと、理不尽なこと、普通に過ごしているだけで様々な出来事に遭います。だからこそ過去にとらわれるのではなく、先のことを心配しても仕方がないです。肝心なのは過去とか未来ではなく今です。僕たちにできるのは毎日の積み重ねです。今この時を楽しんで充実させる。これを目指すには余計なストレスは真っ先に排除すべきです。ストレスの中でもネガティブな感情を引き起こすストレスは特に問題です。ネガティブなストレスはあなたから体力、思考力、行動力を奪います。体の老化や病気にもつながります。毎日を高いパフォーマンスで過ごすにはストレスフリーに生活する必要があります。多くの人にとって最大のストレスが人間関係です。職場の同僚や上司、取引相手や友人との人間関係に悩まされていないですか？人には絶対に合う合わないがあります。そして何がどう合わないのかは相手によります。一人一人に対して付き合い方を模索していてもキリがないです。模索している間にもあなたのストレスは積もっていきます。人間関係のストレスをなくす手段はただ一つです。それは面倒な人間関係を捨てることです。心を鬼にして苦手な人間関係は断ち切ってください。これまでの人間関係が消えてもあなたはまた新しい人たちと出会えます。相手も同じです。成功を目指すのであればあなたのステージが上がるにつれて付き合う相手も変わっていきます。あなたにネガティブなストレスを与える人はあなたにとって何のメリットにもならないです。あなたにとってメリットがある人に出会うために苦手な人間関係は更新していってください。7個目、お金の不安は妄想に過ぎない。人間関係と同じくらいストレスになるのがお金の不安です。最近では老後資金2000万円問題が注目されました。この金融庁による報告書は平均寿命が伸びた今、早い段階での資産形成、資産運用が必要と書かれています。老後2000万円問題というのは夫婦2人の無職世帯、老後の人生が30年という特定のモデルケースを設定した場合の試算です。にもかかわらず、ニュースで老後資金は年金以外に2000万円が必要という点だけが強調され、日本中でヒステリックな反応が起きました。お金のことになると多くの人が冷静な判断を失います。しかしお金っていうのはあくまでも一つの手段です。自由を拡大するための一つの手段に過ぎないです。お金そのものに価値はないです。お金は単なる幸せのきっかけです。収入が多かろうが少なかろうが重要なのはあなたが幸せであることです。逆に幸せでなければ10億円あっても無意味です。収入が減ったら今の生活水準に固執せず、必要に応じて生活をダウンサイジングすればいくらでもやりくりできます。最悪の場合、現在の日本では公的な支援が充実しています。一定の生活資金を貯めたら残りは自己投資、やりたいことに全て使ってください。これくらいの気概を持って仕事とかビジネスとか遊びに取り組んでください。8個目、良質な睡眠の条件。睡眠不足はあなたから集中力、体力を根こそぎ奪います。成功するにはアクションが必要ですが、アクションは1年、2年、5年、10年とその間ずっと繰り返されるべきものです。
頑張りすぎて体調を崩してしまったらアクションを続けることが困難になります。つまりアクションを継続するためには体力の維持がポイントです。そのためには良質な睡眠が必要です。あなたは睡眠負債という言葉を聞いたことがありますか？スタンフォード大学の研究によって日々の寝不足が蓄積すると脳や体に様々な機能劣化が生じることが科学的に証明されています。では良質な睡眠とはどのようなものか。とにかくたくさん寝ればいいわけではないです。スタンフォード大学の研究によると良質な睡眠の目安は次の4つです。就寝後30分以内に眠りにつく、夜中に目覚めるのは1回以内、夜中に目覚めた場合20分以内にまた眠りにつける、睡眠時間の 85% は布団の中であること、この4つを全て満たす必要があります。僕も仕事のパフォーマンス維持のために毎日7時間以上寝ることを心がけています。睡眠が7時間を下回ると思考力や判断力がぐっと下がるのを体感します。これを機に良質な睡眠の目安を一度確認してみてください。また睡眠だけでなく食事、運動にも気を使ってほしいと思います。やはり成功するのに必要なのは才能やセンスではないです。成功するために必要なのは毎日の習慣です。長期計画を立てて日々行動してください。そのためにちゃんと睡眠時間を確保してコンディションを整えてください。人生っていうのは単なる手段です。あなたが楽しむために人生があります。あなたの仕事も恋愛も子育ても全て楽しむための手段に過ぎないです。この動画で解説した習慣を活用できればあなたもきっと人生を楽しむことができます。より良い人生を謳歌するために適切な習慣を身につけて仕事も遊びも全力で取り組んでください。今回の解説が面白かった、勉強になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。